よし、両手で同時に打てました。プリミティアプレイヤーエールです。なんと、ついにバージョン 1.10.0 のアップデートが来たので、その内容を簡単に紹介してから、前バージョンでのアームガンの制作を見せる形でお送りします。主なアップデート内容は、無限に好きなものを生成できる、クリエイティブモードの追加と、ワールドのシード値や倍率の変更、水晶やトランジスタ、トリガースイッチなどの電子関連部品の追加ですね。新しく始めるを選んで、どういうワールドになるかを決める、シード値を自分で指定したり、ランダムに変えたりすることができます。そして、水平と垂直方向の倍率の指定もできます。クリエイティブモードで遊びたい方は、ここでクリエイティブモードのチェックボックスにチェックを入れておきましょう。とりあえず、水平方向の倍率を400%、垂直方向の倍率を 10% に変更して、スタートしました。なるほど。世界に起伏がなく、平らになった感じがします。車などの乗り物のテストコースとして、使えるかもしれませんね。そして今までスタート地点にあった大木は、なくなってしまっていました。では今度は、倍率を逆方向に調整して、水平方向を 20%、垂直方向を 400% に変更して、もう一度スタートすると、これはわかりやすいです。垂直方向の倍率が高くなったので、とんがった高い山がたくさんそびえ立っているのがわかります。面白いのでこのまま進めましょう。クリエイティブモードで物体を呼び出すには、こうやってメニューの設定からコレクションを選んで出したい物体を選ぶだけです。今出せるのは石しかありませんね。他の物体を解放するには、物体の情報ウィンドウを見ればいいんですが、クリエイティブモードではなく、通常モードでないと反映されない仕様になっています。とりあえず石を選んで、トリガーを引きっぱなしにして、レーザーの位置を動かすことで、大きさを指定して呼び出せます。今回のアップデートで、存在できる最小の体積が、16立方センチメートルくらいまで、小さくなってくれました。さらに小さくて精密なものが作れるようになりますね。でもまだ石だけしか呼び出せないので、通常モードのセーブデータを呼び出して、コレクションを埋めていきましょう。やはりクリエイティブモードでは登録されませんね。通常モードなら、こうやって情報ウィンドウを出した瞬間に、コレクションの中にある該当する物質が埋まってくれます。このセーブデータでは、近くにほとんどの物質があるので、そんなに時間はかかりません。ちなみに生ゴムとイオンを結合することで、新素材のゴムを手に入れることができます。今までと名前は同じですが、反発力のないものですね。そして前あったゴムは、高反発ゴムに名前が変わりました。追加されたトランジスタやトリガースイッチは、自爆ドローンを破壊することで手に入ります。トランジスタの通常反転2種類と、トリガースイッチの合計3種類のアイテムが、自爆ドローンを倒したとき、ランダムで一つずつ手に入るようになっているみたいです。残りはこの場所に生えていないサボテンと、新素材の水晶、月の石なので、輸送用飛行機に乗り込んで、遠くに探しに行きましょう。ここで気づいたのが、飛行速度が遅くなっていることです。以前は秒速12メートルくらい出ていましたが、今のバージョンだと、秒速5メートルくらいでした。仕様が変わったのかもしれませんね。サボテンを回収した後、そのまま向こうの島に行くと、火薬のような黒い色をした大きな物体があったので、近づいてみましょう。なるほど。これが新たに追加された交渉というやつです。これを壊せば貴重な素材が出るみたいですが、小
壊せないので、タングステンの刃で壊すと、銀が出てきました。そのまま交渉がなくなるまで破壊しても、出てくるのは銀だけです。水晶が欲しいので、他の交渉を狙います。こちらの海の中にある交渉を壊すと、出てきたのは、タングステン鉱石でした。こちらも最後まで同じものが出たので、同じ交渉から2種類以上の物質は出ないみたいです。そして、もう一つ交渉を見つけたとき、水晶が生えているのを確認できました。交渉を壊すとタングステン鉱石でしたが、コレクションの水晶の欄は埋まったので、よしとしましょう。残りは月の石です。こちらも月面でセーブしたデータがあったので、そちらをロードして情報を表示すれば、よし、これで全てのコレクションが埋まりました。せっかくなので、クリエイティブモードで軽く遊んでみましょう。こんな感じで、コレクションに登録された素材なら、無限に呼び出すことができます。せっかくなので、高反発ゴムと、新たに追加された普通のゴムの反発力を見てみましょう。なるほど。普通のゴムは全然弾みません。耐久力も摩擦力も高いので、乗り物のタイヤの素材としては、最適だと思います。続いてこちらが、トランジスタとトリガースイッチ、バッテリーと LED を組み合わせたものです。このトランジスタは反転型で、横から電気を流すと通電しなくなるので、トリガースイッチを掴んだまま、コントローラーのトリガーを引くと、LED が消灯します。さらに、電気を流すと通電する、通常タイプのトランジスタを組み合わせることで、トリガーを引くと、左右の LED の光が入れ替わる装置ができました。素早い点滅ができますね。お次はこちら、新素材の水晶です。水晶は薄さによって、決まったタイミングで電気を流すことができますが、薄すぎると通電し続ける状態と変わらないみたいです。分厚い水晶にすると、遅いタイミングで LED が点滅してくれました。ここから今度水晶を薄くしていくことで、点滅速度が速くなってくれます。車のウインカーやマシンガンの発火装置に使えそうな素材です。そして水晶にショックを与えることで一瞬電流が流れます。でも電力は弱く一瞬しか流れないので LED をつけるくらいなら大丈夫ですが、モーターを回すとなるとパワー不足でした。新素材の検証はこのくらいにして、贅沢に素材を使った実験をしてみましょう。まずはでかい火薬を爆発させると、私は無敵なのでノーダメージですが、近くの物体には168万ダメージくらい与えています。これが無限にできるのは最高ですね。火薬遊びを楽しんだ後は、グリーンスライムを呼び出すと、その場ですぐに爆発してくれます。連続で呼び出すことで、爆発に包まれて、周りにダメージが発生し続ける状態になります。通常モードではこんなことはできないので、なかなか楽しいです。その辺の木を吹き飛ばしたら、今度は自爆ドローンを呼び出してみましょう。なるほど。グリーンスライムと違って、音がうるさいですし、爆発してトランジスタやトリガースイッチを落とすので、そういう用途には、グリーンスライムの方が向いているみたいです。そして、設計図に登録したものも、何の素材も消費せずに呼び出せました。これは便利で助かります。この戦闘ヘリの速度も、かなり落ちているみたいですが、岩の間を抜けることができたので、よしとしましょう。そのまましばらく飛ぶと、壊れてしまいました。もちろん、ロケットに乗って月に行くこともできます。月で物体を召喚することもできるので、グリーンスライムの爆発で月を脱出できました。高度が高いので、
千葉くんだろうは役立たずです。そして、このグリーンスライムの移動方法は、水中でも使えます。そのまま勢いよく水面から飛び出して、グリーンスライムを召喚し続けると、どんどん高度が上がっていって、宇宙に行くことができました。なかなか楽しめたので、クリエイティブモードはこのくらいにして、アームガン作りに戻りましょう。プリミティアプレイヤーエールです。今回はアームガンを作ってみようと思います。手首をひねる力だけで片手で撃てるようにしたいので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは6つの接点を持つロータリースイッチに弾のパーツを追加します。こちらを回してバッテリーから通電させることで、よし、発射できました。この弾をあと4つ、全部で5つの弾をセットしたら、バッテリーをつけて発射してみましょう。5つすべての弾をすべて問題なく発射することができました。こちらを手で持って撃てるように、束ねたバッテリーと照準器をつけて、持ったまま撃ってみましょう。手の動きで弾を動かして、発射できています。このまますべての弾を発射できるかと思いましたが、4発目を発射したところで、重量が軽くなって、うまく回転しなくなりました。ちゃんと回ってくれるように、さらに工夫しましょう。バッテリーをつける位置を弾がついているロータリースイッチの外側に変更することで、電力を変えずにバッテリーの重さで回転を助けられるようにしました。照準器の位置もなるだけ弾の位置と近づくように調整しています。こちらを試してみると、いい感じに撃てています。片手を伸ばしたままひねるだけで次の弾が撃てるので、狙いやすくて使いやすいです。そのまま片手だけを使って、5発すべて撃ち尽くすことができました。どうせならもう一丁複製して、両手で持ちましょう。これでアームガンの完成です。両手に持ったまま、同時に回転させて、少し待つと、よし、両手で同時に撃てました。でも、2つのアームガンを同時に扱うのは難しいので、片方ずつ回転させながら、交互に撃つのが良さそうです。では、いつものように、大きな木から狙いましょう。狙いはかなり正確なので、バシバシ弾が当たって、すべての木を破壊できました。並んだ小さな木を狙うと、こちらも一発も外すことなく、すべて命中して、破壊することができました。草を組み合わせた的の方も、同じところにバシバシ当てることができるので、いい感じに穴を開けて、後ろの的まで当たりました。ドローン工場の壁も、普通に弾が当たって、どんどんダメージが入るので、破壊するのは簡単です。そして、風力発生器の方も、ダメージは心もとないですが、かなり正確に当てることができるので、少しずつ耐久力を削って、9発目で破壊できました。見た目に反して、かなり命中率が高いです。それでは次は、こちらのザコキャラの大群を狙って、アームガンで撃ってみましょう。果たしてどれくらい倒すことができるんでしょうか。早速発射すると、大量に倒すことは難しいですが、しっかり狙ったところに当たって、ヘッドショットすることができています。最後はかなり離れたザコキャラの頭も吹き飛ばせました。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。こうやって手首をくるっとひねる動作をするだけで、次の球に切り替わって、狙いながら撃つことができます。でも、タングーセンが落ちた時、銃の内部に引っかかってしまうと、発熱が分散されて発射できなくなります。よく振って落と
コツですね。よし、すべての弾を発射できました。それでは最後は、イエロースライムに効くように、ガラスの針を、それぞれの弾に貼り付けたら、こちらの巨大スライムを狙って、攻撃してみましょう。果たして倒すことはできるんでしょうか？早速離れたところから撃ってみると、ちゃんとダメージを与えています。時々顔のパースに当たって、ノーダメージの時もありますが、そのまま弾が当たり続けて、やったー !1014 ダメージ、巨大スライムを倒しました。1000ダメージして、しっかり耐久力を削り切ってくれてよかったです。それでは、この勝利を祝して、スライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも食べ頃になったので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた、ハームガンさんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、